で連中は自分たちのフェイント、自分たちのペースに巻き込むことでキラーチューンやるわけ。事故に合わせたり犯罪にするようにしたり。今これ出てきたでしょ。これもそう。さっきの走って追い抜いてったやつ、それからこっから出てきた車、そして今正面歩いてる、変な歩き方で歩いてる。これ全部、あと右側のババアもおそらくそうですよ。これ全部連中集団ストーカーの嫌がらせで、こうやってこれの積み重ねと電磁波攻撃で自殺誘導、犯罪誘導、人殺しをやってるの、集団で。で自分たちやってないよってとぼけるようなやつね。でこっちこういうやつらのペースに見抜いて止まったり急いだりすると、向こうがこっちのフェイントに引っかかって向こうがこっちのペースで動くようになるので、それが嫌だからこういうふうに引っ掛けてくるのいっぱいね。なんで嫌かっていうと、パトチンカーは私のことでひき逃げしてるでしょ。そういうことが起きるの。パトチンカーですらそういうミスを犯すの。自分たちのペースに巻き込んでないと、連中こっち個人一人なのに集団で大ポカぶっこくので、パトチンカーの運転手の連中なんてひき逃げ許さないはずですよ。てめえたちはやりまくってもね。それから弱者保護とか、もし子供だったら、私はおっさんだからさ、ひき逃げされても上手にひき逃げされるけど、子供だったらひき殺されてるかもしれないですよ、パトチンカーに。そんな下手な運転するやつさ、運転免許を取り消しじゃん。私の運転免許取り消してそんなことするんだよ。しかも税金で暮らしてんだよ。ぬくぬく生活。衣装ももらってるよ、衣装も。なめてるよな。私たちは制服だって派遣会社、作業着ですら買わされるんだよ。で派遣会社とかは従業員で制服、作業着とかも売っても儲けんだよ。はい、今のタクシーの運転違反ですね。でもシフトなんで音がめなし。私たちがああいうシーン見て、ああいう風な運転タクシーがやってたなっつって、じゃあタクシーと同じ運転して大丈夫だなっつって真似すれば切符切られるよ。でタクシーがやってましたっつって言い訳するなでしょ。ひき逃げするくせに。もうダメよ、そんな国の体裁もうねえよ。独裁国家状態。政府側が何やったって OK。 一般市民は何されても黙ってなきゃない。スノーウォーカーの話ね。スノーウォーカーってね、私の説明ではネタバレにならないと思うんで、あと探してもないかもしれないですね。昔見た映画だね。かなり昔ですよ。余裕で震災前ですね。2000年以降かもしれないけど、まあ、震災前の映画ですね。この映画で安い小さい飛行機で、舞台がね、ストーリーの舞台が第二次世界大戦後なんですね、のアメリカで退役した
退役した軍人がパイロットやってるんですよ、若手の。だから対戦ベトナムじゃないと思うんだよな。多分第二次世界大戦後で、北米の方ね、カナダの方、あれカナダだったかな、あれアメリカじゃなくてカナダだ、舞台がカナダが舞台の映画で。ちなみに今私が撮ったルートね、電池が予想外だから。ほんで車が2台来たわ、つけてきて5262、手前が2310、最初9923というの来てたでしょ。でこれババアだ、ババア車から降りてきて動画もやるわ。三文芝居始めたわ。車にぶつけてるわ。三文芝居やってる。多分信じている嘘つき、偽物、カルト宗教、詐欺宗教が言ってたことと私の行動が違うんでびっくりしてぶつけちゃいましたみたいな、そんな状況かもしれないし、どっちもシフトナンバーからしてもの可能性もある。シフト同士でもこっちからはこいつシフトだわって分かっても、シフト同士で誰がシフトか分かってない可能性あるんだね。あとここ歩行者ないからほとんど。あと左側にね人が2人車から降りて今うろついてんだけど、うろつく必要がないのにうろついてたね。ひけ逃げはするし、車同士でぶつけるし、で私普通に歩道を歩いてるだけでしょ。何にも悪いことしてない。連中がよそ見運転とか本来の安全運転しないで天罰が下ってるだけです。そういう状態なのに私たち集団ストーカー被害者様たちに対して連中は仏罰とか仏的お参りとかやるわけですね。意味不明でしょ。スノーウォーカーね、カナダだわ確か。舞台がカナダで、多分第二次世界大戦後で戦争終わって退役した若手のパイロットが航空会社で勤務してて、で飛行機がねプロペラ機の水上飛行機乗ってんので、ボロい古いん時代も時代だろうからそういうことかもしれないけどね。ちょっと歩道めちゃくちゃなんで車道に降りるわ。歩いていけねえわと思うんだけど、税金いくら払ったらさ歩道が整備されるんだからね。住民たちで貯金して歩道とか修復した方が綺麗な街に住めますよ。無駄なことに搾取されてばっかり。連中第二次世界大戦勃発させて大負けぶっこいたから核兵器密造して仕返しする気でそっちに金使ってたんだよ。
だから歩道に金が入ってない。あとバレてるから先物取引とかでも年金とかでも全部大負けぶっこいて、騙されてるとかじゃなくて、騙された騙されてないの話で言えばインサイダーだからね。スノーウォーカー、プロペラ機で水上飛行機っていうのかな、水上に止まれるプロペラ機でなんか本来の仕事じゃない副業みたいのをねやっちゃうんですよ。他の従業員も結構価値が悪くて麻薬密売をほのめかすようなのもいるんですよ。でその人はその人でそこまで悪くはないんだけど、なんか野暮用、ちょっとその辺のカナダとかの先住民、インディアンみたいな感じのエスキモーか、そういったなんか先住民に贈り物届けたりするんですね。なんかそんなことやってて、そしたらその先住民の家族かなんか村のね娘が病気だって病院に連れてってくれないかって頼まれるんだけど、いやそれはできないよ、燃料足りないしって断るんだけど、なんか動物の角をもらって、じゃあしょうがねえっつって乗せるんだよね、その飛行機に。つまりあとね、なんかペンダント持っててね、先住民たちがそのペンダントを軍の米軍とかもペンダントしてるみたいな感じで、先住民に番号をつけられてて、その番号とその贈り物の角でね、病院の入院費払えるなみたいな感じだったんだよね。でじゃあ連れてくかってなって飛行機に乗せるんだけど、ちょっと飛んだらさ、しばらく飛んだのかちょっと分かんないけど、映画だから燃料足りないのかなんか分かんない、故障してさ不時着しちゃうんだよ。壊れて不時着するんだよ。正面でもまた車出てきた。この道でね、横から車出てくることないから、まず珍しいから。で私はこういうふうに歩けば珍しいシーンが連発するわけね。もう地元民に追っ払われて、本当のここの住宅地の姿は分かんない人ばっかりになって、連中次第になってるからね。その勢いでこっちが言ってることが嘘ってことにされかねないですけど、スノーウォーカーの話ね、飛行機墜落不時着しちゃって、でパイロットなんか結構短気ですごい怒るの。クソこの飛行機め、怒って飛行機に八つ当たりして、次々にどんどんさらに飛行機壊しちゃうんですよ。あーって見てて、まあでも